こんにちは。ご機嫌いかがですか？今日はちょっと珍しい登場の仕方をしています。バガバットギーターですね。この本が出版されましたので、急遽、撮影することにしました。改めまして自己紹介をさせていただきます。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也と申します。今日はですね、このバガバットギーターのお話をします。それでですね、今日はこの、iPad mini 6を買ったんですけど、これをちょっとメモをしたんで、これを見ながら、説明をさせていただきます。で、このバガバットギーターなんですけれども、以前ですね、発売されてたのが、この超越瞑想と悟りというタイトルで、売られていました。で、これ初版って書いてあるんですけれども、一応コレクターでこの初版っていうのを私買い漁っていまして、 Amazon なんかでたまに中古で、古本で出るんですけれども、これ定価が2300円なんですけれども、だいたい7000円とか、高く結構値段が出てるんですね。で、安い時は3、4000円であるんですけれども、高い時は結構高いんですが、結構手に入らない貴重なものなので、買っていました。で、今回ですね、リニューアルで出てきたんですけれども、翻訳も全部見直して、日本語と英語をきちんと分かりやすく、全部訳を変えてますので、今までの本をお持ちの方もぜひ読んでいただければと思います。で、この、バガバットギーターなんですけれども、私昔何年前だったかわかんないんですけれども、ゲームでトリビアルパスートっていうのがあって、トリビアの泉とかっていうテレビがあったと思うんですけれども、そのあたりですね、その前ぐらいにゲームであったんですが、その時いろんなクイズ、カードでクイズが書いてあるんですけれども、世界で一番売れてる本は何でしょうかっていうのが聖書なんですね。で、2番目に売れてる本がバガバットギーターっていうふうに確か書かれていたんです。で、今回世界で2番目に売れてるのかなと思ってちょっとネットで調べてみたんですが、バガバットギーターは全然話題にもなっていませんでした。ちょっと調べたんですが、ヤフーの知恵袋で見ますと、毛沢東ですね、毛主席語録っていうのが2番目っていう人がいます。おそらく中国っていうのは人口が多くて、もしかすると学校で配られたりとか、それが毎年配られてるとすると相当な、数が発行されていると思うんですね。しかしウィキペディアとかで見ると、そうではないんですね。1位は相変わらず聖書っていうことなんですが、そもそも数を数えることができないので、どれが1番とか2番とかっていうのは正確には分かんないんじゃないかと思います。で、ウィキペディアではドン・キホーテっていう本がダントツ5億部ですね。で、ハリー・ポッターが1作目が1億700万部ということです。で、それ調べますとですね、指輪物語の3部作がそれぞれ1億4000とかで、ホビットの冒険というのを含めると、ドン・キホーテを抜いて1位になるんですね。で、指輪物語、ご存知かどうかわかんないんですけれども、映画ではロード・オブ・ザ・リングで、これをちょっと今日家から持ってきたんですけども、ロード・オブ・ザ・リングは映画私好きで、すごい見てました。これなんだかちょっと忘れたんですが、家にあったのを思い出してちょっと、持ってきました。それでですね、あと世界で最も多く翻訳されたっていうものは聖書なんですけれども、その中には物見の塔っていうのも入っていました。やはり聖書の関係がすごく多いようですね。はい。ではこのバガバットギーターなんですけれども、これは何かっていうと、ヒンドゥー教の聖典と呼ばれています。日本語に訳すと神々ですね。バガバットっていうのは神様たちで、ギーターっていうのは歌ですね。歌っていうのは歌を歌う歌というより詩ですね。
詩説とか詩のことです。神々の歌っていうことで、叙事詩マハーバーラタの一部ということです。で、時期に関しては紀元前5世紀から紀元前2世紀ぐらいまでと言われているようですが、この、バガバットギーターっていう聖典をマハリシ・マヘーシ・ヨーギーが注釈しています。どういう内容かっていうのを解説してるんですね。で、マハリシ・マヘーシ・ヨーギーによると、この時期っていうのは特に問題はないと。で、これは本当に起こった出来事を、伝えられているっていうふうに言っています。で、どういうふうに伝えてきたかっていうと、口頭なんですね。で、一言一句間違えないようにっていうことで、多分歌のような形で、歌としてなんか伝わってきたような感じで、そういうテープも聞いたことがあります。で、どういうのかっていうのは多分どこかで、調べればわかると思うんですけれども、私もそんなに詳しくはなくてすみません。超越瞑想の教師っていうのはですね、こういう知識を伝えたり、超越瞑想のやり方っていうのを教えるんですけれども、そのバガバットギーターとかそういうのをこう詳しく、歴史的な背景とかそういうのはちょっと好きな教師もいるんですけれども、私はあまりわからなくてですね、ただ内容はもう本当に素晴らしいので、ぜひ読んでみていただければと思います。このバガバットギーターの内容なんですけれども、この、まずはその施設があってそれを解説しています。私もこれ何回か読んでるんですけれども、読むたんびに何か新しい発見があったり、こんなこと書いてあったんだなって思ったりします。おそらくそれは聖書とか先ほどの毛沢東主席の本なんかも何回も見るとこういうことが書いてあったんだなっていう新しい発見があるような本ではないかと思います。で、今までこの超越瞑想の本を紹介してきましたけれども、この超越瞑想の本っていうのは世の中の仕組みですね。存在とか、あるいはカルマの法則、私たちが存在しているのはどういうことかっていう、どちらかというと法則とか、この世の中のルールみたいなことが解説されています。で、こちらのバガバットギーターの方は、私たちがどのように考え、どのように生きるかっていうことについて書かれています。簡単にこの本のことを、内容ですね、言いますと、親戚同士で戦うんですね。で、王子様がいて、で、親戚が戦おうとして来るわけですよ。そうすると、私はあの人たちと戦うのか戦わないのか。もし戦わないと国が滅びてしまう。でも戦うってことは親戚の人を殺すことになると。で、自分は一体どうしたらいいのかっていうその究極の選択の中でどのように考え、どのように行動するかっていうことが書かれています。それによって普段私たちがどのように行動すればいいかっていう考え方のヒントになります。それでですね、このバガバットギーターは今回電子書籍も発売されていますので、こういう iPad とかですね、そういう電子端末で気軽に読むこともできます。で、結構ボリュームがあるので、大変かもしれないですけれども、ぜひ読んでみていただければと思います。結構抽象的な話なんですね。例えばどのように行動するかっていうことなんですけれども、例えば明日友達に誕生日のプレゼントを買おうっていう時に、あの人にはこう花を買ってあげた方がいいよとか、そういう具体的なアドバイスではなく、どちらかというと非常に抽象的な話なんですね。で、抽象的な話ほど、いろんな事例に当てはまるっていうふうに思います。で、かなり、ボリュームがあるんですけれども、ゆっくりでもいいので読んでいただけると非常に、参考になると思います。それとですね、ちなみにこの後ろの方、巻末の方に、各地の、瞑想センターの住所がありますので、群馬オフィスも載っていますので、ぜひ、ここ住所ありますので、群馬オフィスにも遊びに来ていただければと思います。
今日はですね、この出版記念でたくさん用意しておりますので、群馬オフィスにいらしていただければ直接買うこともできますし、Amazon さんとかいろんなところで購入することができます。ぜひお買い求めいただければと思います。今日は紹介だけですが以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。